今夜は買い物のたびにうわってなりそうな話からなのだ。そんな予感するわね。お財布が先に震えるタイプよ。あーし、まず肉の値段がどれくらい上がったのか気になるじゃん。最初はお肉売り場の空気が変わってる話なのだ。農林水産省、いわゆるの雨水省ね。食料の安定供給や農林水産業を担当する省庁よ。輸入牛のロースが 100g451 円ってちょっとしたおやつ何回分よ。しかも平年より3割高いのだ。円安に加えてアメリカでも牛肉が足りにくいみたいなのだ。相手の国でも上がってるなら安く入る前提が崩れるわね。豚ロースまで過去最高って肉売り場の空気ほんと重いじゃん。鶏ももは少し下がったけどまだ高いままなのだ。国産牛や卵も上がってるから肉だけの問題じゃないのよ。卵まで来ると朝の定番がまとめてしんどいよね。スーパーでは週1で鶏肉を値引きしてお客さんが離れないようにしてるのだ。それでも値上げしないと回らない店があるってかなり苦しいわね。唐揚げ屋さんも平均で1割上げたのに袋とかトレーまで上がるの容赦ないじゃん。お肉って値段が上がると別の部位にも広がるのが怖いのだ。安い方を選んでも全体が押し上げられるのね。家でメニュー考えるとき鶏胸がヒーローになるのわかるじゃん。みんなは最近お肉はどこで工夫してるのだ？私は特売の札を見たらまず確保する派よ。あーしは唐揚げの日だけは気持ちを強く持つよ。次は夏の定番がちょっと意外な動きをしてる話なのだ。うなぎってむしろ上がりがちのイメージだったわ。あーしも今年はどうなるのか気になるじゃん。埼玉のスーパーでは国産も輸入も去年より1割くらい安くしてるところがあるのだ。しらすうなぎが豊漁で仕入れが下がったからね。稚魚の段階で多く取れたってことよ。しらすうなぎってうなぎの赤ちゃんみたいなやつだよね。そうなのだ。稚魚を池に入れる量も増えて在庫が厚くなってるみたいなのだ。池入れ量ね。養殖地にどれだけ入れたかの目安って感じかしら。在庫があると売る側も値段を上げにくいじゃん。例年より早く4月上旬から並べた店もあるのだ。売り場を早く広げるって結構強気ね。でもお店によっては下げきれないよね。埼玉のうなぎ店は仕入れが少し下がってもタレや光熱費、人件費が上がって据え置きなのだ。うなぎ本体だけ見ても本当の事情は見えないわね。コンビニの本体価格だけ見て安心したらレジ前でびっくりするのと似てるじゃん。東京23区の国産うなぎは去年より少し安くなったのだ。でも去年まで4年連続で上がってたならまだ気は抜けないわね。土曜の丑の日に合わせるか早めに買うか迷う人多そうだよね。みんななら安い今のうちに食べるか日を合わせるか迷うのだ。私は特売に出会えたらその日に動くわ。あーしは売り場が広いだけでちょっとテンション上がる。続いては AI と記事の関係が変わりそうな話なのだ。記事をそのまま使われる側からしたらかなり気になるわね。あーし、使うならちゃんと筋通してほしいじゃん。ソフトバンクが通信社や新聞社の記事データを AI 企業に有料で渡す仕組みを始めたのだ。ガラン AI っていうシステムね。AI が読みやすい形にして渡すらしいわ。名前ちょっとガラッと変わった感じするじゃん。共同通信や産経新聞などおよそ30社からデータを集める予定なのだ。使った量に応じてお金が動いてその一部が元の媒体に戻る仕組みよ。勝手にコピーするんじゃなくてちゃんと借りる形に近いんだね。記事の無断利用に歯止めをかけたいって狙いがあるのだ。そこは大事よ。書いた側の手間が消えるのはさすがにまずいもの。 AI の性能も上がるなら両方にメリットあるって見方なのかな。ただ実際にどれだけ広がるかはこれからなのだ。こういう仕組み広がったら記事の扱いも変わりそうじゃん。それでも作った側にお金が戻らない形は嫌ね。使う量に応じて払うならただ持っていかれる感じは減りそうなのだ。そうね。便利さだけで走るとまた面倒が増えるわ。こういう話って気づいたら生活の裏側に広がってるじゃん。みんなは AI に記事を使わせるなら
どこまでなら納得できるのだ？私は書いた側にちゃんと戻るなら賛成よりよ。アンシも、作った人が置いてけぼりにならない形がいい。ここで農林水産省の小ネタを一つなのだ。そういうの、ちょっと好きよ。この省庁は食料の安定供給や農林水産業の発展だけじゃなくて、森林保全や水産資源の管理も任されてるのだ。食べ物だけじゃなくて、森とか海まで見るの、守備範囲広いじゃん。それだけじゃなくて、競馬の監督官庁でもあるのだ。中小に農林水産省商店でつくこともあるのだ。そこにつながるのね。名前の印象よりずっと広いわ。ニュースで見る農水省はかなりいろんな役目を背負ってるのだ。覚えやすいし、ちょっと意外で面白いよね。今日は家計に来る値上がりとうなぎの意外な安さが同じ日に来たのが印象的だったわね。気になったニュースがあったらコメントで教えるね。概要欄にも見返しやすいリンクがあるのだ。じゃあまたなのだ。